はい、今日は ASUS のこちら ROG NUC2025 という製品、ゲーミングミニ PC についてレビューしていきたいと思います。実はこの商品は発売から間もないというわけではなくて、すでに発売日から半年ほど経過しています。僕は実際にこちらの製品を発売日に購入して今日に至るまで半年ほど使い込んできたので、その上での感想をお話ししたいと思っています。結論から言うと、こちらパソコンなんですけど、スペックの高いゲーミングパソコンは欲しいけどフルタワーのような部屋を占有してしまうパソコンは持ちたくないとか、あるいは部屋のサイズの都合でそういう大きなパソコンは置けないというコンパクトさを重視したい人には十分ハマる製品だと思っています。それでは詳しく見ていきましょう。買ったのは ROG NUC2025 の上位構成モデルになります。そもそも NUC が何かというところから説明したいんですが、僕も詳しい定義までは知らなかったので調べてみたところ、NUC とはそもそも Next Unit of Computing の略で、超小型ながら高性能さも兼ね備えているというコンセプトの製品群のことでした。もともとこちらはインテルが開発していたブランドで、現在は ASUS が継承して展開しています。NUC シリーズの中にはこれよりさらに小さいモデルもあるんですけど、サイズに比例してスペックも下がるような傾向にあったり、そもそもゲーミング PC レベルのスペックを持っているものは今までありませんでした。この ROG NUC は NUC シリーズの中でも超ハイエンドな高性能シリーズの一つで、2024年に最初にモデルが出て以来、今回の2025年モデルが2世代目という位置づけです。 CPU と GPU は購入時に選べて、 CPU は Core Ultra 7か Ultra 9、 GPU は RTX5080 ラップトップ、5070Ti ラップトップ、そして5060ラップトップの3択あります。僕は最上位構成である Ultra 9と5080の構成を選びました。次になぜ買ったのかについてお話ししたいんですが、前提として僕の普段の仕事は全部 Mac で完結しています。 MacBook Pro と最近買った Mac mini で基本的な開発系のタスクは全てそちらで行っています。ただそれとは別に Windows じゃないとできないことがちょこちょことあります。具体的はこの3つで、まず1つ目がゲーム。昔から僕は Steam でゲームをやっているんですが、やりたいタイトルが Mac 非対応であることは今でも普通にあります。またそもそも Mac のパソコンではハイスペックを要求するようなゲームはできません。そして2つ目はローカルで AI を動かす系になります。例えば CUDA 前提のフレームワークだったり Windows 向けにしか出ていないツールもあります。そして3つ目、これはちょっとニッチなんですが e-tax になります。この e-tax っていうのは納税関係の処理を税務署に行かずとも済ませられるようなソフトウェアなんですけど、一応いくつかバリエーションがあって、ウェブアプリだったり Mac バージョンっていうのもあるんですけど、本当に一部の操作だけは Windows 版の e-tax じゃないとできないっていうものがあって、これが地味に大きなストレスになっています。そして何年経っても Windows 以外対応する気配がないので、もはや諦めています。こんな感じで頻度は高くないんですけど、ゼロでもないということで Windows マシンが手元に1台は必要という結論になっています。またこれまでは10年以上継ぎ足しで使っていた、もともと自作で作ったフルタワーのパソコン Windows マシンを使っていたんですけど、引っ越しのたびにそれが大きくて少し面倒さっていうのも感じていましたし、また使用頻度もそこまで高くなかったので、その使用頻度に対して占有しているスペースが大きすぎるということも感じていました。なので今回コンパクトに済む Windows パソコンの選択肢を探していて、最終的にこの ROG NUC に行き着いたという流れになります。このパソコンなんですが、サイズの小ささが売りになっています。具体的なサイズでいうと、高さが 282mm、 奥行きが 187mm で、厚さが 56.5mm になっています。内容量は約3リットルで、重量は 3.12kg です。このサイズはフルタワーのだいたい約15分の1で PS5 よりも小さいです。またスイッチ2や 1.5 リットルのペットボトルと比べてみると、このぐらいのサイズ感になっています。これなら机の上に置いていても圧迫感なくレイアウトできることは感じてもらえると思います。そしてこのサイズの中に本格的なデスクトップ寄りのスペックが入っている点がこのシリーズの魅力になっています。では次に外観も見ていきます。エッジはシャープでゲーミングパソコンらしい斜めのカットもたくさん入っています。ライティングは正面の電源ボタン周りとアクリル板の方の側面に入っています。これは ASUS の専用のソフトで色やパターンを変えられて完全にオフにすることもできます。また反対側の側面は ROG という装飾の文字も入っています。
では次に拡張ポートの方を見ていきましょう。フロントから見ていくと、まず電源ボタンがあって、次に 3.5mm のオーディオジャック、それから USB-C のポートが1個と USB-A のポートが2個あります。次に背面を見ていくと USB-A のポートが全部で4個、 2.5GBps の Ethernet LAN ポートが1つ、それからサンダーボルト4のポートが1つあります。その下がディスプレイ関係のポートになってて、ディスプレイポート 2.1 のポートが2つ、それから HDMI2.1 のポートが2つあります。一番下は電源コンセント用のポートになっています。こんな感じでポート数はこのサイズのミニパソコンとしては非常に多めで、デスクのドック代わりにも使ったりできる印象です。また外観の話でどうしても触れておきたいのが電源アダプタのサイズです。先ほどフルタワーのパソコンとのサイズの比較で、15分の1ぐらいって言いましたけど、フルタワーのパソコンはパソコンの内部に電源ユニットが入っていて、でケーブルだけが外に出ているっていう構成なんですけど、どうしてもこのミニパソコンっていうジャンルだとこんな感じに電源ユニットが外に出ていることが多いです。ノートパソコンと同じですね。でこのサイズ非常に大きくて、本体サイズの大体4分の1ぐらいあります。で重さもそれなりにある印象です。なので設置するときはこの大きなアダプターをどうスマートに隠すかが運用上のポイントになるかなと思います。次に中身のスペックなんですけど、僕が今回選んだ構成だと CPU が Intel Core Ultra 9の 275HX、 こちら24コアで最大 5.4GHz 駆動ができるタイプになっています。 GPU の方が GeForce の RTX5080 ラップトップで、こちらは VRAM が GDDR7 の 16GB を載せているものになります。メモリなんですけど DDR5 6400の 16GB が2枚すでに積んであって 32GB の構成になっています。ストレージは SSD だけで 1TB が載っています。あと通信系でいうと Wi-Fi7 対応していたり Bluetooth5.4 だったり、先ほどポートでも説明した通り有線 LAN の方は 2.5GB の Ethernet ポートが搭載されています。購入時のバリエーションとして CPU と GPU は購入時に少し選ぶことができます。そこまでスペックがいらない人は5060の構成にすれば値段はかなり手頃になるかなと思います。また同様にストレージである SSD も 1TB と 2TB 構成の2つ選択肢があります。ただこれは後述する拡張をうまく使えばどのモデルで買っても最終的に 8TB まで増やすことができます。スペックについて1点だけ補足すると、この RTX5080 ラップトップっていうのはその名の通りラップトップ版の GPU になっていて、本来のデスクトップ版とは別物のチップです。具体的には空打数とメモリ帯域が異なっていて、性能でいうとデスクトップの RTX5070 と同じ程度かなと思います。この辺が気になる方はベンチマークの比較表などを見て確認することをお勧めします。次に拡張性について話したいので実際に蓋を開けてみます。分かりづらいんですが、背面にある手で回せるネジ1個を外して電飾がある方の側面パネルをスライドしてあげると工具不要でカバーを外すことができます。カバーには電飾制御用のケーブルが1個ついているので引っ張りすぎないように注意してください。中はこのようになっていて、メモリ用のスロットが2本、そして M2SSD スロットが2本見えます。メモリの方はスロット2本ともすでにデフォルトの 16GB のモジュールで埋まっていて、合計 32GB の構成になっています。こちら1スロットあたりの最大容量が 48GB になっているので、もし全てを差し替えれば 96GB の構成にすることができます。次にストレージの方なんですけど、 M2 スロットが2本あります。でこちらスロットごとに PCIe のバージョンが異なっていて、すでに 1TB の SSD が入っている PCIe のスロットは 5.0 となっています。で2本目である今空いてる方は PCIe4.0 がサポートされています。このように空きのスロットがあるので、もしストレージが足りなくなってきた場合は SSD だけ追加購入すれば自由に容量を増やすことができます。各スロットの最大対応容量が 4TB なので、最大ストレージは 8TB の構成にすることができます。こんな具合にこのサイズのパソコンでもしっかり拡張の余地が残されていることもプラスだと思っています。では実際にパソコンを動かしてみての挙動についてもいくつかご紹介します。まずゲームなんですが、僕は最近そこまで頻繁にやらないんですけど、エルデンリングで試してみたところ
4K そして画質設定は全て最高の設定で、上限である 60fps 貼り付きで快適にプレイすることができました。このスペックであれば最新タイトルでもほぼほぼ 4K で遊べる水準で、画質を妥協する場面っていうのはほとんど少ないかと思います。次にローカルで動かす AI を見ていきます。 VRAM16GB だと8ビリオン級の LLM がローカルで動く水準です。クエン 3.5 のモデルで120トークン毎秒前後スピードが出ます。ここはより大型のモデルを動かしたい場合はまだスペック不足であることは否めないです。ちなみに自身で使っているパソコンでどんなモデルが快適に動くかを知る方法として CanIRun.ai というサイトがおすすめです。少し更新が遅れ気味なんですが、このように自動でマシンのパーツ情報を読み取り、そのパソコンでどんな LLM がどれぐらい快適に動くかというのを簡単に知ることができます。気になる方はぜひ使ってみてください。また最後に騒音と熱の話なんですけど、アイドル時は完全に無音で起動していることすら忘れてしまうレベルです。ただ高負荷時についてはファンが明確にうるさくなっている印象でした。ヘッドホンやイヤホンをしていれば気にならないですけど、無音状態と比べるとかなり主張が強い音かと思います。また温度の方はユーティリティソフトで温度を見てみると負荷時にはしっかり高い温度が出ているので、長時間ゲームなどをプレイする場合はエアフローの確保をしっかりとした方がいいと思います。排気については上面と背面に集中するので、本体の上に物を置いたいとか密閉ラックの中に入れるのは NG です。それでは最後に値段について軽く触れてまとめて締めたいと思います。僕の今回の構成 RTX5080 ラップトップ、メモリが 32GB、ストレージが 1TB の構成でお値段が65万円でした。どうしても円安が絡んでのこの値段なんですけど、パソコンとしてのコスパが正直悪いのは自覚しています。もともと僕が自作 PC 勢だったので、もし同じ予算で自作フルタワーを組めばもっと性能の高い構成が組めることも分かっています。ただこのコンパクトさは自作では絶対に実現できない領域だと思っています。専用設計のマザーボード、そして冷却機構を ASUS が組み上げて初めて成り立つものなので、コンパクトにすることにお金がかかると理解できる人が買う商品なのかなと思います。また部屋をすっきり保ちたいという応募が強い人は少しこの値段でも納得感が出てくるのではないかなと思いました。逆に部屋が広くてフルタワーを受けて困らないという人にはちょっとロマン寄りの商品であることも認めざるを得ないと思います。今回のレビュー動画について質問があればコメント欄にぜひお願いします。また面白いと思った方は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。